皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。主に取り上げる話題としては、軍事基地を攻撃するウクライナ軍と相変わらず都市への無差別攻撃を繰り返すロシア軍。今日もこの対比がかなり鮮明です。次に、ドイツのメルス首相がトランプ大統領と首脳会談を行いました。アメリカによるロシア制裁を促したのですが、残念ながらトランプ大統領は動く気配がありません。そして最後の話題が、ロシア兵の死傷者数についてです。第二次世界大戦以降における戦いにおいて、ロシア兵の死傷者は過去最多を記録。これからもまだまだプーチン大統領によるロシアの未来を担う人たちをどんどんと減らそうという政策はロシアを暗くしていきそうです。まずはウクライナによるロシアへの反撃。ブリャンスク空軍基地に対する攻撃で大きな爆発が発生しました。空軍基地に対する攻撃ではあるものの、これだけの爆発炎上といったものは戦闘機のような飛行機が爆発してのものではないでしょう。現在この爆発の原因となったとされているのがイスカンデル弾道ミサイルです。この弾道ミサイルは1発あたり約 4.5 億円程度と見られています。どれだけの数がこの空軍基地に集められていたかはわかりませんが、あの爆発の規模から考えると、1発や2発では絶対ないでしょう。イスカンデルミサイルは、射程距離が200キロ、300キロとあるため、前線を飛び越えてウクライナに対して攻撃してきます。しかしその標的は、ウクライナの軍事施設ではなく、一般市民が暮らす街中に撃ち込んでくることが多くあります。これは当然戦争犯罪です。こうした攻撃を少しでも減らすことができたのは朗報でしょう。続けて、ロシアのエンゲルス空軍基地に対する攻撃も行われました。この空軍基地に対する攻撃では、標的となったのは、軍用機に対する燃料補給を行うための石油貯蔵タンクです。ロシア軍のこうした石油備蓄に対しては、繰り返し攻撃を行っているのですが、それでもなお、ロシア軍側の防衛体制は不十分だと言えます。この炎上の様子からすると、タンクの燃料類が全て燃え尽きるまでおそらくは鎮火はできないでしょう。一方こちらはロシア軍の巡航ミサイル攻撃。ロシア軍の巡航ミサイルがフレアを放ちながら最終的にウクライナの街中に落ちていきます。彼らが狙っているのは軍事施設ではありません。より多くのウクライナ人を地に至らしめることがロシア軍の目標となっています。こちらがミサイルが撃ち込まれたウクライナの街レクスの様子。集合住宅やホテルなど全く軍事施設ではないものが標的となっています。こうしたウクライナでの戦いが続いている中において、ドイツ、アメリカの首脳会談が行われました。問題としてはドイツとウクライナの経済問題などについての協議が行われました。これはトランプ関税などの経済的な問題を話し合う必要があったからです。しかし、同時にウクライナ情勢についての話し合いも行われました。ドイツのメルス首相は、アメリカによるロシア制裁が今後も非常に重要であるとして、トランプ大統領に制裁発動を求めました。この発言の背景として、トランプ大統領が就任以来、4回はロシアに対する強い制裁をかけるぞ、検討するぞと話をしながらも、一度もそれを発動していないことを、ヨーロッパ側に不信感が高まっているからです。ただ、ロシアに対する制裁効果を生み出すような行動はしています。それが、ドイツに対する天然ガス販売の促進です。ドイツは長らくロシアからパイプラインを通じて天然ガスを大量に購入してきました。現在では様々な供給元へと分散させていますが、アメリカからの供給をもっと増やすという話も出ています。また、石油価格も現在は1バレル60から65ドルの間で安定しており、ロシアにとっては石油収入を上げにくい状況となっています。この背景となっているのがサウジアラビア、ブルームバーグの記事より、サウジアラビアは OPEC プラスに大幅増産の継続要求、市場シェア回復目指す。サウジアラビアは石油輸出国機構と非加盟産油国で構成する OPEC プラスに対し、今後数ヶ月間は大幅な供給引き上げを継続することを望んでいる。サウジアラビアは早急に原油措置を解除し、北半球の夏の原油需要を最大限に活用したいと考えていると指摘した。OPEC プラスは5月、6月、7月に日量41万1000バレルの供給拡大に合意したが、直近の会合では意見の相違が見られた。ロシアなど一部の産油国はこれまでの増産を一時停止し、その影響を見極めるべきだと主張したが、最終的にはサウジに押し切られる格好となった。一連の供給拡大はサウジアラビアの軸足が根本的に転換したことを示唆する。長年減産を通じて原油価格を支える方針だったが、ここに来て積極的な
原油価格下落を後押ししている。以前の動画でも取り上げましたが、ロシアの石油埋蔵量は一つ一つの油田が小さく、なかなか利益が上げられない場所もたくさんあります。一方、サウジアラビアの油田は一つ一つの規模が大きく、また採掘コストもロシアに比べると圧倒的に低いため、価格がある程度下がったとしても、原油を増産して自分たちのマーケットシェアを確保する方が重要だと考えているようです。このような考え方に伴って、石油価格がある程度の安値で安定してくれると、ほとんど輸入に頼っている日本にとっても助かりますし、石油収入によって戦時経済を支えているロシアにとっては打撃となります。これはウクライナ支援の話とは全く関係ありませんが、経済の話としてロシアに打撃になるニュースです。次に、ロシア軍のこの戦争での死者数について、時事通信の記事より、ロシア兵死傷者95万人、第二次大戦後で最多。アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所は、2022年2月に始まったウクライナ侵攻で、ロシア軍の兵士最大25万人が死亡したとの推計を発表した。軍事作戦に伴うロシア兵の死者としては、旧ソ連時代を含めて、第二次大戦後最多。負傷者も加えた人的被害は95万人以上とみられる。ウクライナ側の死者数は最大10万人。負傷者を含む人的被害は40万人に達している。推計はイギリス国防省が公表するデータなどに基づく。ロシア側の死者は年を追うごとに増えており、旧ソ連によるアフガニスタン侵攻の死者数1万5000人より圧倒的に多い。アフガニスタン侵攻は国力の疲弊を招き、ソ連崩壊の一因になったとされる。ロシア軍によるウクライナの都市への無差別攻撃については、結局のところウクライナ側に入っていたロシア兵のスパイがどんどんと捕まって情報不足に陥っていることも原因だと言われています。2022年の本格的な侵攻それ以前であれば、ロシア側のスパイはウクライナに多数入っており、それに伴って弾薬庫が事前に破壊されるといった工作活動なども活発に行われていたと言われています。しかし、本格的な戦争が起こった後においては、不自然なロシア側との通信やお金のやり取りの流れなどを追っていくと、そうしたスパイについても駆り出す作業が進められていったと言われています。そこでどこの拠点に対する攻撃をいつ行えばよいかといった優先順位付けといったものができなくなった結果として、撃ち込めば必ず被害が出るとして、都市住民に対する無差別攻撃へとどんどんとシフトしていると言われています。また最近では、ウクライナ軍によるロシアの空軍基地に対する攻撃が大戦果を上げ、それに対する報復として行われているのが、現在の都市住民に対する攻撃だと考えられています。一応ソ連時代にこうした遠距離兵器を作った時の理由としては、ヨーロッパやアメリカといった西側諸国の軍隊と戦った時に大量の軍用車両や戦闘機、様々な兵器類に対して武器を使う予定のものでした。現在のロシア軍にはそのような根本的な作られた理由といったものが忘れて、とにかく何でもいいから被害を与えればいいみたいな考え方がかなり蔓延しているようです。アメリカのトランプ大統領はこうした都市の住民に対する無差別攻撃には反感を持っているより、SNS でもたびたびプーチン大統領に攻撃をやめるようにコメントをしています。ただし、その都度、ロシアに対する強い制裁を検討するぞと話をしつつも、全く行動をしないというのが一つ特徴となっています。2週間制裁を検討する。その後答えを出すぞと言いつつ、2週間経ったら自分が言ったことを完全に忘れている節があるのです。このような検討と何もしないといった動きは、過去最低でも4回あるとファクトチェックを受けています。こうしたファクトチェックを受けて、トランプ大統領ももしかしたらボケが進んでいるのかもしれないと指摘する人もいます。こうしたトランプ大統領ですが、アメリカの大統領であることは間違いなく、アメリカの軍事力や経済力は単一国家としては地球一であることは間違いありません。そのため、今回ご紹介したようなヨーロッパの首脳たちは、トランプ大統領と会うたび話すたびに、ロシアに対する制裁やウクライナに対する支援の再開といったものを求めて説得を続けています。今のところトランプ大統領は、アメリカ第一主義の考え方をもとにして、ヨーロッパに対しては武器を販売し利益を出せれば、ヨーロッパの安全保障にはアメリカはもう関わらないという考え方がかなり徹底しているようです。なんとかこの考え方を変えてほしいものです。一方、そうした思想的な話ではなく、経済面においてロシアにとって都合の悪いのが、サウジアラビアの石油増産であったり、アメリカの天然ガス販売の多角化です。
それぞれの国がそれぞれの事情で自分たちの売っているものをより広く販売しようとすると、それに伴って供給量の増大といったものが見られ、制裁を受けているロシアにとっては打撃となる経済環境が進んでしまいます。ロシアの石油や天然ガスによる外貨収入は今の戦時経済を支える大黒柱です。兵士を集めるにしても兵器を増産するにしても、そして兵器を作るための部品を輸入にするにしても、外貨収入は大きな支えであり、これを失うことは戦時経済の破綻を招きます。現在のところ、ロシア軍の死傷者数、これは負傷者と亡くなった人を足した数ではあるものの、もうすぐ死傷者数全体として100万人レベルに達します。プーチン大統領は自分が生きている間であれば、なんとかお金を使ってごまかしが効くと考えているかもしれませんが、少なくともこれらの戦争によって亡くなった人々によって、ロシアの未来がより暗淡たるものになっていくのは間違いないでしょう。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。